24時間働けますかの時代に戻す。全然イコールイゲインでしょ。 CM でやってましたもんね。そうだ。そうありましたね。不可能じゃないですか。いけるいける。だってベトナムとかフィリピンとかタイとか中国とか韓国ってまだちょっと日本の昭和ぐらいの勢いですよ。いやだからルールが変われば我々も変わらないといけない。ルールなんて俺変えた覚えないもん。いやだから国が決めた時点でもう我々は乗っ取るしかないじゃないですか。違うんだよ。それでじゃあ分かった。日本の成長が止まり、だから日本の成長を止めたのはもしかしたら欧米の圧力だ。そして日本国内が30年横ばいでしょ。でそしたらハラスメントブラックとかやりだして、で老人は100兆円以上の資産持ってるんですよ。大企業は600兆円もあってるんですよ。結局この若い人が出れない、ね、暴れない、ね、まだ未成熟な人が挑戦できない、こういう空気感を流した結果、資産家大企業ここにお金がとどまってるんですよ。どんどん挑戦してどんどん来い来いと、ちょっとぐらいねレール踏み外してもいいぞと。可能性あるのにもったいない。そう、だからその上の世代が俺らみたいにやってみろって言うんじゃなくて、若いやつだって元気だし、で失敗してもいいし、貧乏も苦にならないじゃないですか、20代。だから逆に逆手にとって上の世代がもうルールでできないことをで自分たち発信でやっていけばいいのになって思う。一緒に成長していければ本当それが一番じゃないですか。価値観の違いとかもちろんある。それが今は上にやれって言われると下のやつらを多分やりたがらないから、自分たちの持ってる力をなんか気づかせてあげて、自発的にもう帰れって言ってもいや大丈夫ですやるんですっていう状況に持ち込むのが多分上手なマネジメントなの。それの一つが副業でもあると思ってるんですよ。試しにトライをしやすいじゃないですか。いや全然いいと思います。いいと思うよ副業は。昭和の考え方のままマネジメントを押し付けてるからダメで、これ僕は別に昭和の考え方否定派じゃないです。ハードワーク、もうキーエンスっていう会社いたんで、ハードワーク推奨派なんですけど、ルールにのっとったハウっていうやり方がもういつの時も変わっていくわけですよ。昭和の価値観のままのマネジメントやってるからついてこない。昭和の時代の考え方っていうのを取り戻していかないとどんどん悪い方向に進んでいくしかないじゃないですか。そう思う。新しい考え方とか正解にしようとそう今ね小学校の先生が男性の生徒に例えば山本君って言ったら謝罪文だと。山本君の君さんとの言いなさいと。男女で分けるなと。そう名前政治人名前呼びとかもダメなんです。そうだからどんどん昭和に戻せって言ってのは大げさだけど、どんどんなんか権利とか弱者保護とかに行き過ぎてるんですよ。窮屈になっている。そう多分大阪人がアホって言ったら今度言えなくなるよ。はい。うわそうなってったらもっと息苦しいじゃん。20代でそうなったら得するのはもう今の資産家で資本主義ですからしっかり蓄えたその方たちが位置が保たれて新しいチャレンジはできない、若いやつに挑戦しろじゃなくて俺を抜けと、俺の席を奪えと、俺なんかいつも言ってる早く俺を引退させろっつって、だからブラックでもみんな伸びる。山本さんが話されてるのって昔の日本の話であって今ほどグローバル化も進んでないし情報化も進んでない。そんなことないよ。昔の話であるからグローバル化昔もグローバル化あったよ。あくまで過去のあの時の話であって今ではもう戻らないと思うんですよ。いやお前らより成績良かったから昭和の方が上がやってたことをお前らもやれって言われたら反発したくなる気持ちは分かるんで、でも別に俺らって反発すればいいと思うんですよ。反発して殴りかかってこいと。上の真似をするんじゃなくて上にできないことをやってやるって思えばいいんですよ。で24時間なのは昔も今も変わんないし、手足4本なのも変わんないんで、戻るんじゃなくて一周してまた同じターンに入っていくとか。今の Z 世代の方が多分賢いからやと思うんですけどね、僕は。悪い意味で賢い。情報型社会において何でも分かるから賢く自分の都合のいい情報だけを、自分にインプットしてるからこそ反発が起こると。でも山本さんみたいな会社がなんでいけてるかってマジで宗教なんですよ。伸びてる会社もほとんど宗教なんですよ。いや多分ね僕以外の社長もみんなブラックなんですよ。というのは例えば僕とかはタバコ吸いながら怒鳴りつけてるのが TikTok 乗っちゃうのね。隠さないんですよ。他の社長このシーンカットで綺麗なとこだけ見せてる。実態変わんないんですよ。
Z 世代から見た時にこうがむしゃらに働く合理性が見えないみたいなところが結構あると思ってて、がむしゃらに働いた後合理性が見えるんであって、それを働く前に合理性があるかないか見えない。やる前にごちゃごちゃ言ってるのはちょっととりあえずそうだよおかしいかなとは思いますし、時代の恩恵を受けた方々の勘違いなのかなっていうふうに思ってなんかすごいこう時代的に、まあ、人口ピラミッドの一番こう中心あたりにこうずっといて意見も反映されやすい世代にいて、でそこでまあ得られる恩恵みたいなものをそれをこう当たり前のものと解釈すると、いやまずやれっていう言葉になると思うんですけど、まずやれっていう説明って全然説明になってないというか、本当に Z 世代を動かそうとしているようには見えないっていうのが。いやいや、俺が会社で一番働いてるし、ね、俺の世代、恩恵を受けた世代はほとんど今サボってると思って申し訳ないと思ってるよ。俺はそうは思ってない。俺もまだまだ働くし、ね、勉強するしやるよ。山本さんと同じ世代の人と山本さんを一緒にしてるわけじゃなくて、山本さんはいいんですよ。他の山本さんの同世代の人たちがやばい。それはもう全員土下座するべきでしょ。なるほど。30年間負け続けてんだから。バーサス山本じゃないのよ。こういう飯ってなったらいっぱい言っちゃうけど。あかんよ。ダメです高いよ。上からの接し方として、山本社長のような方もいらっしゃると思うんですけど、一方ですごく真面目でおとなしく優しい社長みたいな方が今このパワーハラスメント、なんとかハラスメントを気にしすぎてもう怒るに怒れない。変えようよそれ。俺今変えようとこの思ってる。考え方はどうなんですか？やりすぎてるなと思います。いやそこはもっとバカとか言えるようにしないと。アホとか。金藤さん、もし上司からバーカって言われたらどうします？それが事実であれば OK。事実を思わなかったらはダメなんじゃないですか？すごい面白いなと思うのが、こうハラスメントの議論でもっとこうハラスメントなんだろうな、こう緩和していこうみたいな時にバカとか言えるようになってほしいみたいな解像度でおっしゃってるのがすごい面白いなというか。面白いでしょ？いやなんか今ねそこなんだっていう。欧米とかなんて昔の偉い人のついた道の名前とか公園の名前とかもどんどんサウスウエストパークとかに変わってるんですよ。一個も失言があったと言ってみんなで反対して名前変えるんですよ。だからこういう風になってみんなでなんていうの出る杭をこうなんて叩くみたいな、全然ダメ。もっと寛容で気にしすぎ。そう何言ってもいいと。表面だけが優しくなってるっていうのはあると思いますよね。結局本質的にはすごいこう厳しくなってるというか。で匿名のさ SNS とかだけでさみんなひでえこと言ってんじゃん。顔出して堂々と NG ワード連発ぐらいの国に戻したい。当時上から下の一方通行だったし、上が絶対っていうのもあったんですけど、今下の世代もうすごい人はすごいじゃないですか。起業してやってるし。いや昔は下も言いたい放題だったの。1969年東大の安田講堂に東大生が確か880日とか籠城して火炎瓶投げて大人に抵抗してたんだよ。東大生がだよ。パワハラとかも集大成というか、もう僕にとっては動物の調教みたいな感覚で、小学生に教えるとかならわかるんですけど、知的生物ではあるから言葉で通用すると思うんですよ。実際にこうやって Z 世代とかが自分が気に食わないこととか納得いかないこと、丸々ハラスメントとか今どんどん増えていくじゃないですか。そういうのを考えて接してやらないとしょうがないから優しくなっていくだけで、成果さえ出してくれればそれでよくって。何でもかんでもハラスメントってされる側が言うのは分かるけど、そのうちしたくなってくる年代になった時辛い。だんだんやっぱ厳しく言いたくなってくるし、順番が回ってくるから必ず回ってくるから順番みんな年取って上から抜けていって下が上がってくるんだから、どうしたって絶対に順番は回ってくるんだから待てと。僕はね揺り戻し来ると思いますよ。どういう揺り戻し？僕がど真ん中、今一番ね右端にいるかもしれないけど、僕が平均ぐらいになると思う。10年後とか。もうお前ら働け、長時間もいやどんどんしろ。好きなことを発言してハラスメントを気にしない社会。今人気ある人とかね、どんどんもう毒舌でオープンで言いたいこと言ってんじゃ泣いたり怒ったり。もう聞いてて結構ドキッとしますけど、金藤さんそんな時代また来ると思いますか？僕も来ると思うんですけど、本当ですか？その柔軟性が結局大事で、今この昭和に戻すとか昭和になるべきみたいな議論って正味意味なくて、今のこの枠組みの中で我々はどうすべきかを考えないといけないから、もし僕が総理大臣やったら多分すぐ変える。どういうふうに？昭和の時代、例えばもうハラスメントと防止法なんか絶対なくすし、今のしょうもないと思う僕もその風潮につながってる法案とか全部なくした方がいいとは思うけど、結局我々はその枠組みで頑張らないといけないわけで、ハラスメントはやるべきだよとか
あとはなんだろうな、自分の過去の栄光、ベンチャー肝おじさんみたいな、過去こうやったとか。俺のこと言っていや違う俺の時はこうやったみたいなんて今の枠組みではダメなんだから、じゃあその上でどうするべきかっていうのを議論したり考えていかないといけない。 Z 世代が自分たちで考えていくには経験とかがなさすぎると思うんですよ。がむしゃらに働けばいいと思うんですよ。言われたことをやってで自分でも考えてどんどん会社日本のために頑張ろう。もちろん完全同意です。もう完全同意なんですけど、その上でも Z 世代がこうなんやからしゃあないやん。その Z 世代とどう共存していくかを考えないといつまでたっても反発構造で日本が より良くなる未来なんかなくないですか。将来的にはもちろんそうではあって将来的に今現在将来の自分の首を絞めてるってちゃんと感じて行動してた方がいいって思うんですよ。過保護に育てすぎたからね、なんていうの、いいよいいよ、ピーマン食べなくていいよ、宿題もママが手伝ってあげるよ、ね、寝巻きもパジャマもね、ママが着させてあげるよって言って育てたらさ、やっぱ社会性なくなっちゃうし、ちょっとねスパルタとか入れてった方がいいと思いますよ、愛情を持って。俺下山さんに思うんですけど、わざわざ数も少ないし言うことを聞かない Z 世代を使わなくても別に下山さん40代ですよね。40代であぶれてるやつなんかいっぱいいるんだから、同世代集めて昭和式でやったらいいんじゃないですか。若いって可能性じゃないですか。日本をこれから担っていく日本のための話をしてるんですよ。まず自分の会社をってとこだと思うんですよ。でそのおっさんたち集めて昭和式のナンセンスなやり方でめっちゃ業績上げて超儲かってるってなったら、そこに若いやつついてくると思うんですよ。ああ、うちですね。入る前の Z 世代にうちはブラックですよと、スパルタですよと、その代わり成長できますよって広告打ったらいいんだよ、うちみたいに。うちなんかメールで応募来るじゃないですか、最初の一言ドスって書いてありますよ。初めましてじゃなくて、光通信全員が使ってる挨拶ですね。求職者が初めましてじゃなくてゾスってきますよ。こっちがオープンにやってるとそうやって順応してくる。で向こうが合わせようとしてますね。それは合わせるじゃなくて、ぜひ激詰めしてください。ぜひ僕をしごいてくださいね。求めてる人いるんですね。います。こういうふうに数字残せる方の下だったらがむしゃらで働こうと思うんですけど、多いのがブラック企業とかで労働力の搾取をしてくるような場所があるんですよ。山本社長の会社は頑張れる会社なんですけど、社会全体で見ていくとやっぱ僕みたいに少ない金額でできるだけ自分の幸福を大切にしてって。上の人が輝いてる会社ばっかじゃないですからね。ホワイトって言うけど、俺からするともやしって感じだよ。私の彼はもやしみたいな感じだよ。ちょっともう味気こんな。ないのもモテないと思うよ。でも自分の幸せを追求していきたい。モテた方がいいです。モテたいでしょ。俺のとこに来て鍛えたら絶対もっとモテるよ。男らしくなるから。がむしゃらに働いた方がいいよという意見が結構多いんですけど、奥山さんどうですか？それは間違いないと思います。絶対にがむしゃらに働くべきだと思いますし、4人ともそうですよ。Z 世代もがむしゃらに働くことに喜びを感じることはもちろん肯定的だと思うんですけど、頑張れば頑張った分というふうに見えてないっていうのがあって、現状じゃあ不幸せかというとそうでもないっていうこの絶妙なラインが揺り戻しを生んでないっていうところだと思うので、もう実際揺り戻し、僕も起きる可能性全然あると思ってるんですけど、もうちょっとやばくならないと揺り戻しにならないというか、絶対そっちの方が正しいよね、このままだとやばいよねぐらいの危機感をみんなが共有できるぐらいにやばくなるとあり得るストーリーなのかなっていうふうに思います。茹でガエルみたいに少しずつは悪化してるんですよ。茹でガエル。そうそう、カエルっていうのは熱湯の中にポンと入れると飛び跳ねて逃げるけど、一度ずつ水から緩く熱くしていくと気づかないでそのまま茹で上がっちゃうっていうね。今その状況だと。そうだから、例えば、給料はこの20年30年ほぼ横ばい、ちょっと減ってるかもしれない、平均では。で国民負担っていって税金や社会保障は、25年前は、給料に対して 25% だったんですよ。今もう約 50% なんです。これから 70% になるんですよ。でも少しずつ、去年も今年も少しずつ手取りが減ってるんだけど気づかないんですよ。でも相当やばいと思う。新しい世代になった時に Z 世代のことをおっさんたちがふぬけてたから国が終わったって絶対に言ってると思います。いいこと言うね。僕らの世代はさ、上の世代の尻拭いをさせられてるっていうのもあるんで、頑張るに頑張らないっていう。それは多席すぎやけどね。20代に媚び売ってくるような、いやお前の面倒よく見てるからなとか、わかるわかる。そういうおっさんなのはすごい嫌で。会社っていくらでも選べる
中でそのしょうもない会社を選んで入ったのはあなただから。自分に自信ないだけじゃん。自分を変えたくないだけじゃないのそれ。350万っていうところにしがみつくのと自分を変えるっていうところを天秤にかけた時にとどまっちゃってるだけでしょ。